皆さんこんにちは、タサンシマです。今日はいちごのタルトを作りたいと思います。はい。で、ちょっとめんどくさいいろいろ準備が大変なお菓子デザートではあるんですけども、今日は最初から、一から作ってみたいと思います。まず、タルト生地、そしてアーモンド生地を作って、その上に、それを生地を広げて焼いて、その上にいちごを乗せて仕上げていこうと思うので、時間のある人はぜひ作ってみてください。それではタルト生地から作っていきたいと思います。はい、型なんですけど、私は結構フランスに行った時に大きい型を買ってくるんですけど、オーブンによって大きい型入れなかったりするので、今日は一般的な、多分これ一般的だと思うんですけど、18センチぐらいのものと20センチぐらいのものがあるので、そっちを使って、作ってみたいと思います。で、これは違いが、こっちは底が外れないタイプで、こっちは底が外れるタイプで、どっちが使いやすいかっていうと、やっぱり底が外れるタイプの方がこう焼き上がった時にこの下でスーッとこう出せたりするので、こっちの方が使いやすさはあります。ただちょっとした食べる人数が少ないとか、ちょっと人にあげたりする時にこういうちっちゃい型も結構活用できて、この場合、一旦生地を焼いて取り出して、それからいちごを乗せていくって感じになるので、この場合は、熱いうちに取り出すことができないので、一回冷ましてから取り出して、でどっちにしても生地は冷まさないといちごを乗せられないんですけども、そういうこうやってひっくり返して取り出すっていう作業が必要になってきます。はい、それだけの違いです。今日はこの20センチの型で作っていこうと思います。それでは、タルト生地を作っていきたいと思います。タルト生地の材料は小麦粉とお砂糖、本当は粉砂糖を使ってもらってもいいんですけど、今日は、手に入りやすいグラニュー糖で作りたいと思います。で、小麦粉、グラニュー糖、バター、卵の、4つの材料で作ります。はい、分量は小麦粉が 250g に対して砂糖は好みなんですけど今日は 60g 使います。でバターは 100g、卵が1個という材料なんですけど、今日この後、違うタルト、違うバージョンの焼き込むタイプの、タルトも作っていきたいので、分量倍で作りたいと思います。今日 500g、 粉が 500g でやるので大きいボウルを用意したいんですけど、うちに大きいボウルはないのでこのボウルでいきたいと思います。で、粉はふるってください。なので、マイナス、方式で、測っていきます。じゃあ、ざるを、ボウルに置いておいて、一回、測りを0にして 500g を測ります。だいたいこれ 1kg なんで半分、開けたてなので半分使うっていう感じで入れて、はい。でこうやって自分でこのくらいかなと思って測るっていうのを繰り返していくと、だんだんここの見た状態でだいたいこのぐらいはこのぐらいなのだっていうのを分かってきます。でもやっぱり自分でやらないと、自分で考えてこのぐらいかなで測ってみるみたいなことを繰り返すことで、だいたいそのパッと見でこの小麦粉だいたいこのぐらいだなっていうのがなんとなくでいいんですけど分かってくるので、そういうちょっとゲームじゃないですけどゲーム感覚でやりながら物の量を覚えていくっていうことをやると、結構その測りとか使わずに気楽に作れるようになったりとか、それだけで、きっちり測るっていうことからちょっと離れられるので気楽になってくるんじゃないかなと思います。今 375g、 あとスプーンとか使ってもらってもいいですし、私は道具を使うのがあんまり好きじゃないのでこのまま測りますけど、少し多かったら結局スプーンを使って戻すっていうことになります。1g とか 2g とか 10g とかそのぐらいだったら全然気にしないできっちりじゃなくてもいいと思うので、そしてで一旦こします。粉振るのを持ってる人はそれでやってください。でざるでこす人は下に押し付けるようにこう手のひらで押すと、広がらないで粉が
ふわっと舞わないので、こうちゃんとざるの面にこうテンションをかけて下に押し付けるような感じでこすと粉が舞わずにこすことができます。乾いたざるでやってください。なのでこの後何かまたこすっていう作業がある場合は、今日は使わないんですけど、この後何か連続して、例えば粉砂糖で作る場合とかね、粉砂糖を振るわなきゃいけないとかっていう時は、このまま乾いた場所に流しの中に入れずに乾いた状態で最後までキープしておくと、料理の時とかもそうなんですけど、何回も洗ってるとやっぱり水がついちゃうので、はい、これで粉がこせました。こういう油がついてない汚れのものはこの後バターを使うんですけど、先に洗ってしまった方が後で汚れが混ざらずに綺麗にできるので、さっと油ついてない汚れのものはできるだけ早く洗って外しておくと、またさっきのスプーンとかまたもう一回使えたりするので、洗い物も上手にやっていくといいと思います。では次に、グラニュー糖、半分の量で作るときは、60g、この辺は好みで調整してください。生地の甘さが食べてみて、もっと甘い方が好きな人は増やせばいいし、割とフランスのお菓子甘いしっかり甘さがあるものが多いんですけど、今日はちょっと少なめになっています。で 60g なので 120g、 今倍で作ってるので 120g を入れます。はい、ぴったりです。で、これもし多く入れすぎちゃった場合、戻すよりもこのままで多く入れてももう少なめ、もともと少なめのレシピなので、もしガッと入っちゃったとしても、それでその分量を、一回見ておいて、例えば 150g 入っちゃったとして、それで焼いてみて、で、150g だとこういう感じかっていうのを食べてみるっていう方がいいと思うので、わざわざこうやって戻すんじゃなくて、もう粉と混ざっちゃってるので、多く入りすぎても慌てずに、そのままやって、その代わり焼き上がった後に150g の味はこのぐらいの甘さだなっていうのを確認するっていう風にするといいと思います。はい、で次にバターを入れるんですけど、バターは 100g、バターは結構こういう生地のものって結構入るんですね。でそこはちょっとケチらずにやった方が、風味も良くなるし焼き色もよくつくし美味しくなりますはい、なので 100g 入れるんですけど、これ今新品のバターで 200g なのでだいたい半分っていう感じで、計量するっていうことを前提にじゃなくて、自分でまず、どのくらいかなっていうのを考えるっていうことを意識しながらやった方が、本当は分量っていうのを計量がしやすくなっていくと思うので、これは、有塩バターです。ただ私は、トーストとかでバターを使うので、常に有塩のバターが冷蔵庫にあるので有塩のバターを使います。ただ、甘じょっぱくなるので、甘じょっぱいってことは結構重たくなるんですね。なので、もしバター普段使わなくて買うよっていう人は無塩バターの方が軽い仕上がりになります。甘いシンプルな甘さで、そこに塩が入ることでどうしたどうした、お腹も私猫も来た何、うんそっかそっか、うんうんうんはい、ということで、半分ですね、だいたい切って測っていきたいと思います。何、お腹空いたの？私バター切るときはこのアルミのカバーのまま切っちゃいます。で切って下は切らずに切り込みだけ入れて割る。でベローンと剥がしといて、こう蓋をするっていう感じにするんですけど、こういうのがちょっと嫌な人は、うまくいくとこれがこうちゃんと端っこまでカバーできてラップとかしないでもできるんですけど、ここちょっと気になりますね。こうしてこうしときます。はい、こうするとラップとか
ぐるぐる巻かなくてもこの今あるアルミを使ってしまえるので、これをその前に測らないといけない。0にして、はい、惜しいこれ2グラムなんでこのまま使います。でそういう感じでそういう感じで何事も楽しまないと損するので、こういうちょっと作りながらもゲーム感覚で分量当てゲームみたいな感じでやると楽しいんじゃないかなと思います。はい、私はいつもそうやってます。はい、で計量はもうここで使わないのでしまって、このバターを切ります。でよくこういう生地を作る100g じゃなかった、200g だった。倍で作ってるんだもん。ということで今のはなしで、200g 全部切ります。はい、多分動画見ながらヒヤヒヤして「志麻さん 100g じゃないよ」って言ってる人がもしかしたらいるかもしれないんですけど、これを切っていきます。でこういう生地を作る時によく小さい角切りにして入れるっていうレシピもあるんですけど、私はこれを薄いスライスにしていきます。こういう感じの薄いスライス。何センチとかじゃなくて適当に、厚くてもなったり薄くなったりしてもいいと思うので、そしてまずこのバターに粉をまとわせるような感じで散らしていきます。このぐらい。で、この後粉を触っていくんですけど、その前に卵を溶きほぐしておきます。で卵を半分で作る場合1個だけなんですけど、そのまま入れちゃうよりもやっぱり溶きほぐしておいた方が、粉を練らずに済むので、卵は溶きほぐして用意しておきます。では、早速やっていきたいと思います。今手がすごいかじかんでて手があんまり動きが良くないんですけど、まずこの散らしたバターに全体的に粉をつけます。粉をつけておくと、バターがベタベタしなくなって作業がしやすいので、一旦こう大きく混ぜて粉をまとわして、なるべくバターをギュッと持たない方が、今日は寒いので大丈夫なんですけど、暑いと結構どんどんバターが柔らかくなっていって練れてきちゃうので、さっと。で1個ずつ持ってこれを手に粉をつけながら小さくちぎっていく感じでちぎっていきます。これは大きさは関係なく、ちっちゃくても大きくてもいいんですけど、このちぎる作業があることで少しバターが少しだけ柔らかくなって後の作業がしやすくなります。ちょっとたまにこう粉を右利きの人は右手につけてあげないとくっついてきちゃうので、ね、大きさ的にはこういう感じの大きさですね。でこれを繰り返します。こういう生地は結構作るのめんどくさいじゃないですか。で私もめんどくさくてそんな好きじゃないんですけど、作っておいて冷凍できるので、作る時に今日みたいに倍量で作って、で使う分だけ使って、で、また1週間後とかに、違うタルトを焼いたりとか、あとクッキーみたいな感じでもうそのまま焼いちゃってもいいですし、どっちみち型に伸ばすので余る生地が出てくるので、その生地は少しやっぱり練れちゃうので、食感がサクサクよりもどんどんこう練れてきちゃって柔らかくなってきちゃうので、そういうのを貯めておいてクッキー作ったりとか、そういうのに回してもらってもいいですし、めんどくさい作業は多めに一気にやってしまうっていういつものパターンなんですけど、そういう風に作ってます。はい、これ今日は冬でうち寒いので、寒い時は結構作るのに時間かかります。この粉とバターをすり込んでいくんですけど、そこに結構時間がかかるんですけど、夏とかちょっと本当に室温が暑いと一瞬で
混ざり合うので、どっちがいいかっていうと、冷たい状態で作業した方が生地の状態的にはいいと思います。サクサクした食感になっていいと思うんですけど、夏は夏で早くできます。その代わり練れやすいので、練れてこうサクサクした感じがなくなりやすいので、本当は冷たい時期の方が向いてるかなと思います。夏にあんまり焼き菓子食べたいなって思わないかもしれないんですけど、私は焼き菓子が大好きなので季節を問わずよく作ります。はい、でだいたい全部今できた状態こんな感じです。でそうしたらこれを今度はこういう風にしていくんですが、まだちょっとこの大きいので、先に手でちょっとこう指でこう潰す感じ、大きい塊を粉と合わせながら潰している状態です。小さくしてるっていうイメージですね。割るみたいなイメージです。この大きい塊をもっと小さく割ってるっていうイメージです。しかもこれも粉をつけながら、指に粉をこうやってつけながら、大きい塊で指を探ってこう割ってるっていう感じですかね。すりつぶすみたいなイメージでもいいと思うんですけど、あんまりなんか割るっていう感じですかね。大きい塊をさらに小さくするっていう感じです。なんとなくこうやって触った手の感じでこれ大きいなとかっていうのはなんかこう分かったりもするので、結構手の食感ってすごい大事な、料理の時にすごい大事な感覚なんですけど、これをちょっと意識しながら手に集中して、手の感覚に集中して大きい塊を見つけるってそういう感じです。今ちょっと少しだけ粉がしっとりしてきました。で大きそうな塊もあるにはあるんですけど、少し減ってる感じ、さっきよりちょっと塊が、減ってきてる感じだと思います。そしたらようやくここですり合わせていきます。これもあんまり大きくやると粉が散っちゃうので、小さく少し手の熱でバターを、溶かすっていうほどでもないんですけど、やっぱり冷たいと、全く溶けてこう小さくなっていかないので、やっぱり少し手の熱も必要になってきます。だんだん粉がしっとりしてきます。しっとりして粉サラサラしている状態なんですけど、だんだんこのバターとこう粉が一体化してしっとりして黄色みを帯びてきます。バターの色が粉に移ってきます。背が低いので椅子に乗って作業しました。はい。で今だいぶ混ざってきたんですけど、まだまだこういう塊があるのが分かります。でそれはもう一回また手でこうやってちょっと潰しながら、このすり込む感じと潰す感じを混ぜながらやっていきます。最後までこのバターの塊がなくなってくるぐらいまでこれを繰り返してやっていきます。このバターの塊が残っちゃうと生地を伸ばした時に白いバターの本当にバターの状態が、出てきます。でそうなるとこのバターが溶けて穴が開いたりとか、平均にこう均一に生地が厚みがならなかったりとかするので、ここはちょっと頑張って揉み込んでいってください。こんな感じで多少このぐらいのがあってもいいので、だいたいこう粉っぽい感じになったら
こういう感じを目安にしてもらって、はい、この状態になったら卵を入れていきたいと思います。じゃあ、真ん中にくぼみを作って卵を入れて、まず全体に卵を行き渡らせます。はい。下の方、底の方、ボウルの底の方もよくこう粉をすくってあげて、でだいたいこう全体に行き渡ったら今度は固めていきます。体重をかけて、これ卵の大きさなんですけど、M か L で S だとちょっと少ないと思うので S だと3個ぐらいして使った方がいいかもしれないです。で今こうポロポロした状態なんですけど、この後冷蔵庫で生地を寝かせて、そうすると粉がしっかり水分を吸ってくれてまとまってくるので、ポロポロでもあまり気にしないでください。なるべくここはこう練らないで押し付けるような感じで体重をかけてむぎゅっとするような感じで、こう粉に水分を吸わせていきます。ちょっと本当はもうちょっと、ここで卵の大きさによって多少この状態が違うと思うんですけど、このぐらい固まってたらちょっともうちょっと水分があった方がいいかなという感じなんですが、中に入っているお砂糖の量が多いとよりしっとりしてきます。で少なくすればするほどこうちょっと水分量が少なくなってくるので、ポロポロした感じになってくるので、多少そのお砂糖をこう動かしちゃうと、本当はもうちょっと多くていいんですけど、今少なくしてるのでポロポロした状態になってくるのかなと思います。あまりにも、固まらない場合は、今ちょっとだけ小さじ1杯分ぐらいだけちょっとお水を入れたんですけど、少しだけお水を入れて、で、軽くまとまるぐらいまで持っていってください。卵1個混ぜちゃうと、もったいないので卵すごい余っちゃうので、そうやってちょっとお水で調整してもいいかなと思います。はい。でこうポロポロはしてるんだけど、一つ塊になるぐらいまでを目安に、最後やってください。なるべく練らない、こうギュッと練らないで押さえつけるような感じでまとめていくっていう感じです。じゃあこれをラップで、くるんで冷蔵庫で最低でも30分は休ませてください。時間があったら1時間とか2時間とか休ませれば、一晩でもいいんですけど、休ませると生地がしっかりちゃんと小麦粉が水分を吸ってくれて、しっかりなんか粉っぽくない仕上がりになるので、はい、それは時間によって決めてください。今日は2つだいたい半分に分けて、測りたい人は測ってください。私は結構適当なので、じゃあなるべくこの散ったやつをくっつけるような感じで、そうすると吸ってくれるので、少し広げておいた方がやっぱり冷えるのが早くなりますし、あとこうボロボロしたところに水分が行き渡りやすくなるので、この状態で冷蔵庫に入れます。はい、この状態でこのなんかポロポロの感じが、大丈夫かなって思うと思うんですけど、時間が経つと粉が水分を吸うっていうことと、あと生地をこれから伸ばす作業があるので、その時に結構練れちゃうんですよね。でまず形を作ってそれをこう伸ばしていくっていう作業をするので、なのでここではあまり心配せずに、こういうちょっとポロポロっとした状態で大丈夫なので、この状態で休ませてください。はい。
続いて、アーモンド生地を作りたいと思うんですけど、このアーモンド生地はそうですね、単体で焼くっていうよりも、タルトとかお菓子の中で、使う。例えばずいぶん前にご紹介したガレット・デ・ロワという1月に食べる、お菓子があるんですけど、それはパイ生地でアーモンド生地を、挟んで焼くっていうシンプルなデザートというかお菓子なんですけど、そういう感じとか、今回みたいにタルトの、ベースになるこう真ん中の生地みたいな感じで、使うことが多い生地です。でアーモンドパウダーは割とスーパーでも売ってることが多いので、ちょっと買い慣れて使い慣れてない方も、買える食材ではあると思うので、風味がやっぱりアーモンドの生地って風味がすごくいいので、私は好きなんですけどはい、材料はアーモンドパウダーと小麦粉、バター、グラニお砂糖、卵、そして香り付けで今日はラム酒を使うんですけど、ない人はなくても大丈夫です。あとバニラの、香りを入れたりしてもいいと思います。はい、で混ぜ方なんですけど、まずバターと砂糖をしっかりポマード状に、練って、そしてそこに粉、アーモンドパウダーと小麦粉を入れて、で最後に卵を入れて、バターと水分が混ざっていくので、分離しないように少しずつ混ぜていくっていう作り方です。はい、で今日、機械を使ってもいいんですけど、ミキサーで作ってもいいんですけど、ミキサーの場合、うちはこの、ブレンダーを使ってる、ミキサーで使ってるんですけど、こういう刃がついてるものじゃなくて、刃がついてない混ぜるためのものがあるので、それを使う場合はここに、バターを入れて、まず柔らかくなるまで練って、そこに砂糖を入れて練って、そしてそこに卵を少しずつ分離しないように少しずつ加えながら、回していくっていう形になります。で、今日は手でやろうと思うんですけど、手でやる時も同じです。機械で回すか手で回すかっていうだけなので、まずバターを、ちょっとレンジを使って柔らかくしたいと思います。これちょっとよく作る、デザートとか、そういうアイテム、タルト生地とか、こういうアーモンド生地とか、例えばフォンダンショコラとか、頻繁に作るムースショコラとか頻繁に作るデザートは覚えてはいるんですけど、メモ書きにして冷蔵庫に貼ってるんですけど、そういう感じでちょっと今覚えきれてないのでメモを見ながら読みます。今日はいちごのタルトとりんごのタルトの2台分の生地を作ろうと思うので、倍量で作りたいと思いますけど、基本の量としては、バターが 100g、 砂糖が 100g、 卵が2個、小麦粉が 10g、 アーモンドパウダーが 100g、 ラム酒が 10cc ということで、すごく覚えやすいと思います。なので100、100、100、10、10、2個ということで、はい、すっごく覚えやすいと思うので、はい、っていう自分が覚えてないんですけど、覚えてみてください。はい、よく作る人は覚えておいてください。はい、じゃあこれを作っていきます。で今日は、倍量で作るので、これも冷凍できる生地なので、生地の状態焼く前の状態で冷凍庫に保存しておいて、頻繁に日曜日とかにお菓子作る人は、冷凍しておいて使ってもいいと思います。バターを室温に戻して柔らかくしてもいいんですけど、今日ちょっとやってなかったので電子レンジを使いたいと思うので、耐熱のボウルに入れて少しレンジにかけて柔らかくしたいと思います。で今カチカチの状態なので、ちょっとだけレンジにかけます。でここで完全にもう柔らかくしない方がいいかなと思います。若干柔らかくなるくらいまで、持っていきたいと思います。なので様子見ながらレンジに入れてください。低ワットでやった方が負担はかからないんですけど、あんまりいじるの好きじゃないので、このまま10秒単位で、見ていきます。はい、はい、
できました。今30秒、600ワットで30秒入りました。で状態はどのくらいかというと、こんな感じです。ちょっと硬さは残ってるんですけど、ゴムベラが入るぐらいの硬さを目指してください。200、それって相当な量ですけど、この砂糖は好き嫌いで調整してください。お砂糖の加減は、砂糖は割と水分なので溶けるとシロップみたいになると思うんですけど、熱が入ると水になってしまうので、砂糖が少ないと割とパサつきます。で砂糖が多い方がしっとり仕上がります。なので、甘さの好みと焼き上がりのしっとり感みたいなところを、見ながら、砂糖の量を加減してみてください。じゃあこれを混ぜていきます。最初から大きく混ぜようとしても混ざっていかないので、最初はバターを切るような感じで細かく切ってなじませていきます。はい、だんだん砂糖がバターを吸ってしっとりしてきました。はい、ようやくこういう風にはい、で砂糖がバターを吸ってしっとりしてきたら、ようやく練るように混ぜます。じゃあここに粉を入れていきます。アーモンドパウダーが100、小麦粉が10だったので、今日は倍なので200と20で測っていきます。はい、美味しかったです。あと小麦粉が19になっちゃったぴったりです。はい、まずバターを切るような感じでなじませていきます。はい、じゃあだいたい混ざったら卵を溶きほぐして少しずつ入れていきます。でこの順番が不思議だと思うんですけど、順番が逆になった場合、まずバターと砂糖に卵を入れる場合すごく分離しやすくなっちゃうので、こっちでバターに粉を混ぜた後に卵を入れた方が失敗が少ないかなと思います。じゃあ卵がちょっとちっちゃいんだな。はい、少しずつ入れて同じ作業を繰り返していきます。全体に、切るような感じで卵を全体に行き渡らせて、少し馴染んだら次の卵を出していく。切るような感じで混ぜていきます。
こんな感じで先にバターと粉を混ぜておくと、こういうムラになりにくく綺麗に均一に卵が混ざっていくので、これが順番が逆だと割とこのバターの先にバターと油が分離しやすいので、バターの塊が残りやすくなるっていう感じになってきます。はい。で、全体的に混ざったら、最後にラム酒を香り付けで入れたいと思います。これは別になくてもいいので、あと好きな人はいっぱい効かせても美味しいので。こんなの測らないで適当に入れてもいいんですけどね。はい。いい香り。はい、こんな感じです。じゃあこれも、このまま流れで作れる人はこのままタルト生地を伸ばした後にタイミングで作ってそのまま塗るっていうのでもいいですし、今日はちょっとこの後時間まだタルト生地を伸ばしてないので、少し冷蔵庫の中に入れておこうと思います。はい、で冷蔵庫に入れてしまうとどうしてもバターなので固まっちゃうので、使う前にしっかりこう練って柔らかくして均一に塗るっていう方が、引きやすいので、はい、そういう硬くなるっていうことを頭に入れて、いつ作るか、そして冷蔵庫に入れた場合どうしたらいいかっていうのを考えながら使うようにしてください。はい、ではこれからタルト生地を伸ばしていきたいと思います。今日はこのタルト生地を使っていちごのタルトを作っていこうと思うんですけど、まず生地を型に伸ばしていきたいと思います。で今、1時間ぐらいは冷蔵庫で寝かしたものなんですけど、こういう感じになりました。少しやっぱり水分を吸ってちょっとまとまってきた感じです。でもともとちょっと固めだったので少し、ボロボロした感じはあるんですけど、これ今から練ったり成形したりする時に練れていくので少しまとまってくると思います。はい、では一応打ち粉を用意しておいて、はい、あと型を用意してオーブンの予熱をしておきます。200度で予熱しておきます。はい、では生地を、これ余ると思うんですけど、1回分の 250g、 粉が 250g の分量でどのくらいの大きさになるかやってみたいと思います。で、自分が今よく使っている、タルトの型と生地の厚さとかどのくらい残るかっていうのが分かると思うので、一度こう決めた固定した分量で作ってみて、その後調整するっていうのもいいんですけど、あまりなんていうかケチケチで作ってしまうと無駄は少ないんですけど伸ばしにくかったりするので、その辺は自分のこうどうしたいかっていう風にして合わせていくといいんじゃないかなと思います。私は結構残っても使えるしと思っちゃうので、割といつも多めに作って、冷凍したり違う風に使ったりしています。はい、じゃあこう伸ばす前に丸く成形してから伸ばしていきたいので、今ちょっとここで少し練りながら形を整えていきます。これをちょっと丸めてるうちにポロポロしたやつがくっついてくれるので、落ちたやつはでやりながら、でくっつかないうちは打ち粉はしなくていいと思います。くっついてきそうだったら少ししたらいいと思うんですけど、どんどん粉の分量が増えちゃって粉っぽくなっていっちゃうので、はい、一旦形を丸くします。こんな感じですね。はい、だいたいこう丸い形にしたら、ここから伸ばしていくので打ち粉をします。打ち粉はで、あとは綿棒にも、はい、でまず真ん中をぐっと押さえて
外に向かって広げていきます。最初からこうグイーンって伸ばそうと思うとすごいねよれが出てきちゃうので、最初は全体的に押して伸ばすっていうイメージです。で真ん中から外に向かって、で今楕円形になったので向きを180度変えて、で打ち粉はあんまりしない方がもういいんですけど、くっつき具合を見ながらくっつくようだったら打ち粉をしながらっていう感じで。はい、そうしましたら、だいたいこういう風に平べったくなったらあとはもう伸ばせるので伸ばしていきます。同じような力加減で同じことですね。半分ずつ楕円形にしてまた半分ずつそしたら今こうちょっと四角っぽい感じでなってきてると思うので、そしたらこの四角の角をこう斜めにこっちもそうですね。はい。で手で挟んでぐーっと縁をこう回して厚さの均一加減を今ちょっとここが薄くてこっちはちょっと厚いな、この辺が厚いなっていう感じがします。であとは調整していくっていう感じで、厚いなと思ったところにこう力を直接かけて伸ばしていくっていう感じです。ここは、なるべく、丸の方がタルト型が丸なので引きやすいんですけど、あまり気にせず、均一になるように伸ばしていくといいと思います。だいたいそうですね、何ミリぐらいかな。これタルトが厚いと重たくなっちゃうので5ミリぐらいの厚さにするといいかなと思います。裏面も粉がついてたら粉をはたいてあげた方がいいです。で表に見えてる方が綺麗なので表の面が表に来るように型に乗せていきます。で型をちょうど真ん中になるぐらいまで乗せます。そしたら角をまず決めてあげて、角に押し込むような感じで折り込んで、角に押し込むように折り込んで押さえていきます。上から畳むっていう感じですね。上から角に押し込むように畳んで角に合わせて生地を折っていきます。じゃあ一回全部こう周りを折り込んだら立てかけて、ここはちょっとふんわりというか、あんまりこうギューッと押しすぎないで立てかけるか、自然に立てかけるような感じ。軽く押さえながらまっすぐ立てかけます。はい、今こんな感じで立てかけました。そしたら今度はこう縁に沿って切るんですけど、綿棒を使ってこの重みで切っていきます。はい。で、このくらいの生地が余ってしまうんですけど、このまま、伸ばして、このままでもおやつだったら全然いいと思うんですけど、フォークで穴を開けてクッキーとしてこの横で焼いていってもいいと思いますし、これをこのままこう重ねて2番生地として、2番生地っていうのをこう1回使ってもう練れちゃってる生地で混ぜて使っても、1番生地と混ぜて使ってもいいんですけど、これを保存しておいてまた違う時に混ぜて使うとか、小さい何かを作るとか、私は結構もう
生地が残ってれば取っておくし、生地がもうなければこのまま一緒に焼いてクッキーとして食べてます。はい、じゃあこれは一旦しまって、次は今度はこの今生地が型にふんわりとしたしかくっついてないので、これを親指の腹を使って押し付けていきます。こんな感じです。そうすると少しこの型の面からふんわりしてた部分が押されて、型から少し浮き上がるような感じになってます。そしたら今度はなみなみをきれいに見せるために人差し指の横を使って押し付けて模様をつけていくんですけど、その時にこの出た部分がギュッと押されるので、ここをつまんでこの縁に引っ掛けるようにしてこういう風にしていきます。ちょっとやってみますね。でここを使いながらこの縁に押し付けて、ここ出た部分をちょっとつまんで、ちょっと引っかかってるんですね。ここちょっと縁に引っ掛けておくと、こう生地はどうしても焼くと縮むので、特に休ませる時間が短かったりすると縮みやすいので、これちょっとやっとくとだいぶ違うと思います。じゃあこれを全部やっていきます。はい。で、生地これからアーモンドクリームをここに入れて焼くんですけど、膨らまないようにフォークで穴を開けます。はい。休ませておいたアーモンド生地なんですけども、これを乗せて、焼きます。で生地が結構今もう、今日は寒いのでそんなにだれてないんですけど、暑いと室温が暑いと結構だれてきます。なのでなるべくここの作業は手早くしてもらって、あとこの生地を広げる時にこのアーモンド生地を広げる時にこのタルト生地を引っ張らないように気をつけないといけないので、まず置くのはデンと乗せるんじゃなくてちょっと散らすように置いて、それを軽く伸ばしていくっていう風にします。でもしこういうパレットを持ってる人はこれでやった方がもちろん塗りやすいんですけど、ない人のために今日はスプーンでやっていきたいと思います。でこの生地の量は結構自由でいいと思います。今日はいちごが乗るのでちょっと少なめにして、いちごが大きいのでいちごを立たせてあげる感じにしようと思うんですけど、アーモンド生地が好きだとか、結構なんていうか食べ応えがある感じにしたいとか、上に乗せるフルーツがボリュームが少ない時とかはアーモンド生地をいっぱい多めに乗せたりして、でバランスを見ながら作っていくといいと思います。じゃあこれをこれがガチガチに固まってた場合、今まだこう柔らかいんですけど、ガチガチに固まっちゃったら一回練った方が塗りやすいです。ボウルか何かに入れてゴムベラで、練るといいと思います。はい、そしたら最初からビヨーンって伸ばそうとすると下の生地も引っ張ってきちゃったりしやすいので、最初はこう、下に押し付けるような感じで伸ばして、だいたい全体的に広がったら今度は慣らしていきます。それはこうやってちょっとスプーンを短めに持って、これバターなのでオーブンに入れるとドワッと溶けるので、そんなに綺麗にのせなくてもいいんですけど、ある程度平らにしておかないといちごをのせた時にガタガタになってしまうので、こんな感じでのせました。何センチぐらいかな、2センチぐらいはのせてると思います。
じゃあこれをオーブンに200度の今予熱が完了したオーブンに入れて、だいたいそうですね45分ぐらいは焼くと思うんですけど、目安としては、生地が底もしっかり焼けていて、生地ってまあまあ厚みがあるので、表面だけが焼き色がついてるだけじゃなくて、もう中まで焼けている状態がすごく美味しいので、その状態でしっかり生地がサクサクに焼けている状態を目指して焼いていくんですけど、オーブンの温度はかなり、機種とか大きさによってオーブンの温度200、180とかでもいいかもしれないんですけど、一回ちょっと200で焼いてみてもらって、自分のオーブンってどんな感じかなっていうのを見てもらって調整する方がいいと思うので、基本は200で1回焼いてみて、で、途中であまりにも色がつきすぎるな、ちょっと温度高いかなと思ったら、温度を落とすっていう感じでやってみてください。ちょっとこれは本当にだいぶ皆さんの作るあれで差が出てくるところだと思います。じゃあ焼いていきます。で途中もしムラができるようだったら2、3回、タルトの向きを変えて、綺麗に焼き色がつくように焼いていきます。一応45分で入れてみたいと思います。今焼き上がったんですけど、ちょっと今別動画を撮りながら焼いてて回転させるのを忘れてたので、ちょっとこことここが当たってしまいました。これはオーブンが、小さいと結構あり得る感じです。どっちかがこう当たりが強くて、どっちかだけがすごく焼けてしまうってことはよくあるんですけど、で、どういう状態になってるかというちょっと見せると、ここがすごく色がついてるように見えるんですけど、揚げてみるとそうでもないです。中はこう結構均一に焼けてる感じです。この辺はちょっと当たりが強いですけど、下は焦げてるわけではないみたいな。オーブンによってはこういう風に焼き上がってしまうこともあるんですけど、慌てずにこのぐらいだったら私は全然ありでよくこういうことは起こりうるんですけど、食べてもそんなに気にならない程度なので、この辺が焦げてたらちょっと苦いって思っちゃうかもしれない。で下の方がどういう風になってるかっていうのですと、せーの。あちうちは生地が柔らかいので、あんまりこうやって持ち上げたりすると、さっきみたいに外したりすると結構ボロっていっちゃう可能性もあるんですけど、見れるならそこも一瞬こうペロッと見て焼けてるかどうかで、今見た感じもうちょっと焼いてももうちょっと攻めてもいいかなっていう感じの焼き上がりでした。割と小麦粉って焼けてないと粉っぽい歯触りがなんかパサついたりとか、あと生の粉の味がしちゃって美味しくないとかってあるので、なるべくここは焼き切った方がいいです。だからオーブンによっては本当に最初から180度ぐらいにしておいて、もうちょっと長い時間焼くとかでもいいと思います。なので自分のオーブンと、ちょっと焼き様子を見ながら何回かやって方向性を決めていくといいんじゃないかなと思います。今日ちょうど45分焼いてるんですけど、200度で焼いてて、途中で残り15分ぐらい180度に落としました。はい、でも落としたのが原因でこういう風にちょっと下がもうちょっと焼きたかったなっていう感じなんですけど、もうちょっと長く入れてもよかったんですけど、はい、そんな感じで焼いてみてください。あとは切った時に断面を見てみて、もうちょっとやった方がいいなとか、そういうのは切ってみて判断してください。ではこのタルトは、冷めるまでこの状態で置いておきます。はい、それではいちごのタルトを仕上げていきたいと思うんですけど、今タルト生地とアーモンド生地を焼き上がった状態で冷めてます。完全に冷めてます。このままだとパサついた生地になっちゃうので、アーモンド生地にシロップを吸わせていこうと思うんですけど、シロップの濃さは自由でいいんですけど、私は 100cc に対して 50g のお砂糖を溶かしたものをここに、塗っていきたいと思います。なので
普通に、まあまあ砂糖の量が多いので、普通に沸かして砂糖が溶けるまで火にかけたものを塗っていきます。じゃあ砂糖が完全に溶けたら火を止めます。今完全に冷めたので、ちょっと裏側お見せできるので見せます。こういう感じでちょこっとここ浮き上がってしまって焼けてないっていう感じですけど、まあもうちょっと焼けてもいいかなっていうぐらいなんですけど、まあこれが白っぽいのが多いとやっぱり粉っぽかったりするので、裏面も綺麗に色がつくぐらいまでを目指して焼いてください。ではシロップを、本当は冷ました方がいいんですけど、ハケがある人はハケで塗ってください。私はハケを持っていないので、ちょっと少しずつスプーンでかけながら沿わせていきます。あんまり多すぎちゃうと生地が吸っちゃって、しっとりしすぎちゃうので、ちょっと触りながら、確認しながら塗ります。このぐらいにしておきます。そしていちご、じゃあヘタを取っていきます。いちごはこういう風に並べていくんですけど、大きすぎるとあんまり可愛くないので、できればなんか安く売ってる小さいサイズのものがいいと思います。で、私結構いちごのシーズンにそういういちごを安く小さい小ぶりのいちごを売ってると、いちごのタルト作るんですけど、あんまり大きくていちごの存在感がありすぎちゃうとなんかズデンとした感じになって、それはそれでいいんですけど、私は小さくコロコロ乗っかってる方がいっぱい乗っかってる方が好きなので、そういういちごを選びます。で、今日はちょっとスーパーにそういうのがなかったので、あるものでやってます。このままだとこういちごを置いてもこうやってくっつきにくいので、ジャムを持っている人はジャムをちょっと塗っておくといいです。で、いちごのジャムがあればいちごのジャムでもいいですし、今日はあんずのアプリコットのジャムを、少しこのさっきの残ったシロップで伸ばして、塗っていきたいと思います。これは最後にフルーツを乗せた後にツヤ出しとしても使えるので、ちょっと多めに作っておきます。1杯大さじ、これはちょっとしまった。なるべくこういう果肉が入ってない方が、果肉が入ってない安いジャムの方が綺麗に塗れるかもしれないです。結構ゴロゴロ入ってる感じのジャムなんですけど、大さじ3杯ぐらい入れて、塗りやすいよく混ぜて、そして、塗りやすい、濃さまでシロップの残りで伸ばしていきます。これは濃度を調整するだけなので、こんな感じですかね。このくらいです。そしたらここに半分ぐらいで、これいちごのジャムでやる時も同じ感じです。実が今日はついてたので、この実は下に隠れるところに散らしておこうと思います。で、いちごを乗せていちごを乗っけた後にもいちごの上にちょっとツヤ出しで塗りたいと思うので、この実は本当はいらないんですけど、安いジャム買うと割とこういうゴロゴロした感じは少ないので、じゃあこの上にいちごを乗せていきます。
な感じでハマりました。でもしいちごすごい安くて手に入ったとかも余っちゃうっていう時は、ここに半割りにした、いちご今1個あるので、じゃあ例えばですけどこうやってちょっとこうこれちょっと中身があれなんですけど、白っぽくなければこうちょっと散らすと、より表情が出て、可愛くなります。でちょっとこうこれあんずなのであれなんですけど、ツヤを出したい時はこのジャムを伸ばしたものを少しこうハケがあるといいんですけど、やりやすいんですけど、こうやってやってあげて、アーモンドスライスをローストしたものだったりとか、粉糖とかアーモンドダイスでもいいので、ちょっとナッツピスタチオとか、そういうナッツを散らしてあげたりとか、粉糖をかけてあげるとすごく可愛く仕上がります。最後のジャムはあってもなくてもいいので、で最後に粉糖を少し散らしてミントを飾りたいと思います。今日はいちごのタルトを作りました。ちょっと手間がかかるおやつなんですけども、時間がある時にぜひ挑戦してみてください。分量は概要欄のところに載せておきます。それではさようなら。